はい、どうもフランスガイド中村です。今私の後ろに見えているのは地下鉄の入り口ルーブル・リボリ駅でございます。そう、今ね、私たちがいるのはパリの一区。今回はパリの一区にあるルーブル美術館の歴史に迫っていきたいと思います。それでは早速行きましょう。はい、ということで今目の前には地下鉄ルーブルリボリ駅の駅が映っておりました。そして今皆さんの見えてるまっすぐ行くと、これはセーヌ川にぶつかるわけですね。そして見えてきましたよ、大きな建物ルーブル美術館でございます。このねルーブル美術館でたっぷり見に行くこととして、このルーブル美術館の隣を走っているこのまっすぐな道路、これがリボリ通りでございますね。このまままっすぐ行くとコンコルド広場ということになります。ということでね、今回はこのルーブル美術館の歴史散歩ということで、このねルーブル美術館の魅力をたっぷりと見ていきたいと思いますよ。今この列柱のね荘厳な姿が見えておりますが、こちらがルーブルの東側のファサードになっております。ルーブル美術館というとね、ガラスのピラミッドが有名でございますけども、このね東側にはこのような列柱のファサードがあるんですよ。この列柱のファサードを作ったのはルイ14世でございます。さあ、ルイ14世のマークが早速出てきましたよ。こちら分かりますか？真ん中の窓の半円アーチのさらにその上、太陽のようなねバックをところに、光線がいっぱい出てますけど、顔がありますよね。顔の後ろには太陽光線がね光り輝いているような感じがするんだけども、これは太陽王であるルイ14世のマークでございました。さあ、ルイ14世はこのルーブルのこの東側のファサードをデザインしてですね、ここを主要入り口にしようとしていたそうなんですね。その時に、ルーブルのね当時王宮ですから、主要入り口といったらそれは豪華な入り口にしなければいけません。ヨーロッパの最も優秀なデザイナーに頼むことになります。当時ね、ルイ14世の時代バロックという美術様式がありましたけども、そのバロックで大活躍をしていたイタリアの芸術家ベルニーニにフランスまで来てもらってですね、デザイン画を頼んでおります。そちらのデザインを紹介いたしましょう。見てください。そうするとそのデザインと今私たちが見ているこのルーブルの実際に作られた東側のファサード、どうですか？似てないよということなんですね。そうルイ14世はね、当時最も有名な芸術家ベルニーニをフランスに呼んでおいてデザインさせて、素晴らしいデザインですねと言っておきながら、その通りには作んなかったんです。デザインをしてもらってから、素晴らしいデザインありがとうございます、じゃあもうイタリア帰っていいですからって言ってですね、その彼が帰った後、もちろんお金は払ってますよ。彼が帰った後ですね、もう一回ルイ14世の周りにいたフランスの建築家たちを集めてですね、一から設計し直すんですね。その時に設計の中心になったのがクロード・ペロという人だったということで、ここの列柱はペロの列柱と別名で呼ばれるようになっております。しかしですね、ルイ14世はこの列柱の工事が終わる前に違うことに興味がいってしまうんです。ベルサイユ宮殿ですね。ベルサイユ宮殿のことにも全勢力かけたいということで、ここのまだ列柱の工事が終わっていない、屋根なんか全然できていない時に、もうここもうやんなくていい、もう終わりということでですね、ベルサイユ宮殿に彼は行ってしまいました。その後ここはずっと工事中だったんですけども、その今ではこのように見てください、完成されているでしょう。その完成させたのは誰かというと、実はこのフロントンというですね、この三角形屋根の一番頂点のところにその人の顔があるんですが、ナポレオンなんですよ。ナポレオンがここの工事を完成させました。そしてそのフロントンの頂点のところに自分の顔を据えたんですけども、1815年彼もまた失脚してしまいます。最終的に装飾まで完成させたのはルイ18世だったんですね。ナポレオンの後王政復興になっておりますから、そこでですね、ナポレオンの顔じゃ調子が悪いということで、都合が悪いということで、彼のね顔にさらに
カツラをかぶせまして、その下見えるかな、ルドヴィコ・ルグロン、偉大なルイというふうに書いてあるんですけども、その彫刻まで追加しましてね、あたかもナポレオンの顔なんだけどもルイ14世のようにしたということなんですね。ですから、さらにこれ見えるかな、ちょっと、この柱の今柱が両端にありますけど、そこのねメダイオンという中に L という文字がね反転して、正しい方向と反転した方向でモノグラムになっておりますが、このダブルの L はね、これはルイ18世の L なんですよ。ということで、今私たちが見ているこの東側のファサド、これはルイ14世が開始し、ナポレオンがほぼ完成させ、そしてルイ18世が装飾まで完成させたというコラボ作品になっているということがわかるわけですね。さあ、目の前には木造の扉が見えてきました。皆さん見えるかな、この扉の真ん中には N と書いてありますよね。つまりこれはナポレオンが作ったということがこのようなアルファベットで分かるようになっているんです。ですからナポレオンが作ったということは、この欄間を見てみると、ほらやっぱりここにはナポレオンの象徴であるワシがちゃんとね、装飾されているということが分かります。そしてナポレオンの装飾といえばもう一つ、これを見ておかなければいけないでしょう。分かります？このネジのようなもの、これもナポレオンの一つの、象徴なんですけども、これはねミツバチなんですよ。はい、彼はミツバチというものを自分の紋章として使っておりましたので、このようなねナポレオンが装飾をしたところっていうのはミツバチなんかもよく装飾として現れることになります。さあ、ということでこのねルーブルの中庭に入っていきましょう。そうすると中庭が見えてきますよ。ということで今回も行きましょう。パリ1区ルーブル美術館歴史建築散歩のスタートです。決まったんじゃないかちゃんと覚えてたよ、久しぶりだけど。はい、ということで今ここのねルーブルの中庭というところに入ってきました。皆さん聞こえるかな、向こうにもねガイドさんが説明していますよ。スピーカー使ってるからね、僕の声も中に入っていってしまうかもしれないんだけども、はい、ここにねこんなに大きな中庭があるということなんです。さあ、ルーブルの始まりというのは、全ての始まりは1190年でございました。当時のフランスの王様はフィリップ・オーギュストという王様でございます。そのフィリップ・オーギュストは、十字軍遠征というものに行きます。十字軍遠征を行くときにパリを留守にしなければいけない。留守になったパリが心配だということで、彼はパリに城壁を作りました。それが12世紀に作られたフィリップ・オーギュストの城壁と言います。その城壁なんですけども、ちょうどセーヌ川にぶつかるところを守備のポイントだと彼は考えたんですね。というのも、セーヌ川を下流に下っていくとノルマンディー地方に行きます。そして英仏海峡に流れ出て、そのままイギリスですよ。イギリスには、イングランドがいるわけですね。そしてそのイングランドはノルマンディーにも領土を持っていたんです、当時は。ということは、もし敵が攻めてくるとすればですよ、セーヌ川を上流の方に来て、つまりセーヌ川を登ってパリに攻めてくるに違いないとフィリップ・オーギュストは考えていたんです。ということで、彼は城壁がセーヌ川にぶつかるその下流のところ、そこにですね彼は要塞を作ることにしました。その要塞こそルーブルなんですね。さあ、その要塞というのは今私たちが見ているこのルーブルの正方形の中庭のちょうど4分の1の大きさでございました。その4分の1の大きさの要塞、どこにあったかというと、はい、今私たちの目の前にあるこの場所にその要塞はあったんです。はい、ここですね、1981年に大工事をしてこの下発掘したんですけども、そのままですね当時の要塞が出てまいりました。はい、ですから今私たちがこのいる下ですね、これ地下の見学通路になっていて、その下にはね、大きなお堀、そして、真ん中にはね直径15メートル、高さ30メートルぐらいのねドンジョンと言われる本丸なんかも見学コースで見ることができますよ。はい、
この地面見てください。丸い穴が出てきた。これ井戸ですよね。そこに籠城してもね大丈夫なように井戸と、そして向こうの四角い部分がありますね。四角い穴が開いているが、あれは貯水槽でございます。敵に攻めてきた時はドンジョンに王様が隠れて、そのドンジョンで王様は籠城することもできるように、井戸なんかが水分の確保がされていたということなんです。さあまた時代は下りまして、今度は14世紀半ばでございます。パリの街が拡大していった時に、フィリップ・オーギュストが作った城壁の外にも人々は街を作り始めました。その人々も守らなければいけないということで、シャルル5世がより大きな城壁を作ります。その城壁の中にルーブルが入ることによって、ルーブルは宮殿に変わっていくんですね。その時の宮殿の姿というのは美術作品の中に見ることができます。例えばですね、ベリーコのいとも豪華な自頭書という美術作品、彩色本というのかながありますけども、その8月、暦も中に入っているんですが、8月前景に描かれているのはその8月にする農民の仕事、その後景に描かれているのがルーブル宮殿でございます。そうですから、ルーブルは要塞から始まったんですけども、城壁の中に入ることによってルーブル要塞はルーブル宮殿に変わっていく、王宮に変わっていくということなんですね。さあその王宮に変わった後、どのような変化があったかというと、次はフランソワ一世という人が登場してきます。この人はルネッサンス時代のフランスの王様なんですが、彼はイタリアに、戦争しに行きます。そしてそのイタリアの戦争には勝ったんですが彼はそこで文化的には完敗しているということに気づくわけです。というのは、当時のイタリアというのはイタリアルネッサンスが花開くそのイタリアルネッサンス絶世紀なんですよ。レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロがいるようなイタリアですよね。そんなところにどこの国も勝てるわけがないわけなんだけども、フランソワ一世はフランスを負けてはいけないと言って、ルネッサンス文化をフランスにも持ってこようとします。その時に彼はルネッサンス様式でルーブルを建て直すことにしました。さあどのように建て直したか、それが今私たちが見えて、目の前にあるこの建物、この一部がその時に建てられたものなんですね。これはピエール・レスコという人が建てたものなんで、ピエール・レスコのレスコから取ってレスコ翼なんていうふうに言われています。レスコが建築家、そして装飾をしたのはジャン・グージョンという人でございます。完成した時にはフランソワ一世はもう亡くなっておりましたので、フランソワ一世の後を継いだアンリ二世という人が、この完成の時の王様ですということで、この装飾をよく見てみるとアンリ二世の H の文字がてっぺんにあると思いますよ。そしてその下にもアンリ2世の文字があるんで、それをモノグラムになっておりますが、それを見ていきましょう。わかります？今ちょうど画面の真ん中ぐらいに入っていると思いますけども、 H の文字があるでしょう。しかしこの H だけではなくて、彼の奥さんであるカトリーヌ・メディシスの C が一緒に組み合わさってモノグラムになっています。でさらにH の縦棒と C がつながることによって、これ D にも見えますよね。というのはアンリ2世はディアン・ドゥ・ポワシエという愛人もおりまして、その愛人のモノグラムにもなっているということなんですね。アンリ2世、そして奥さんのカトリーヌ・メディシス、愛人の、ディアンヌ・ポワチエ、その3人のモノグラムになっているという非常に経済的なモノグラムになっております。ということでアンリ2世の時代に作られたこの建物というものが、これがルーブルの建物のプロトタイプになって、今後ルーブルを拡大するにあたってはですね、このプロトタイプのこの部分をコピーペーストすることによってどんどん拡大していくことになるんですよ。ということでこの細かい装飾ですが、少しだけここだけ細かく見ていきましょう。一番まず半円の部分見てください。ここには豊穣の角を持った豊穣の女神がいますよね。その下を見てください。両端には左側、壺から水がダーッと流れていますが、これは川の神様ですね。そして今度は右側、今度は収穫する際の桑を持っておりますが、
これが大地の女神のセレスですね。はい、今度は窓のね両端を見てください。一番上の段ですよ。そうすると左にはブドウを持ったバッカス、そして右にはこれ森の精のパンですね。はい、そして今度は2階と3階の間見てください。女性の顔がある、見えないかもしれないが、女性の頭にはね三日月のマーク、そして犬に囲まれていますけど、挟まれていますけども、これは狩猟の女神のダイアナですね。フランスは2世の愛人ディアンヌだったでしょ。だからここにダイアナの装飾をしたんでしょうね。そして一番これが1階になるんですけども、1階部分にはこのような入り口があって、その上は三角形のフロントンという屋根の装飾があり、その上には牛の目玉という名前がついた丸い窓、それがね、左右の浮き彫りレリーフによって装飾されているということです。さあこれが一番左だった。次その隣を見ていきましょう。さあ1階と2階のこの間の部分見てください。そうすると花飾りになっていますけども、その真ん中天使がねなんか輪っかとか文字なんかを持ちながら飛んでいるでしょう。その間がフルーツなんかの装飾になっているけど、その後ろにも H という文字が隠されているの分かりますか。それもアンリー2世の H ですよ。はい、そして今度はここの真ん中の部分に行きましょう。そうすると一番上が月桂樹の冠を持った勝利の女神、真ん中には H という文字が見えますよね。はい、そしてすぐその下両端には左側鎧を着たマルス、右側今度は鎧を着た女性のベローナ、これがマルスのお姉さんらしいですね。私も知りませんでしたが今回調べるまでね。はい、そしてその窓の両端には今度は囚われた捕虜たちっていう、今度は戦争の力を表現しています。1階と2階の間にはまたディアンヌがいて、今度はライオンに囲まれていますよね。はい、そんなね感じ。ここにもまた1階部分には牛眼の窓があるということですね。さあそして一番最後のところまで行きましょう。その隣にね大きなパビオンがありますけども、それはねもうちょっと後の時代に作られたものなので、それはねまた後でお話ししますよ。はい、そしてこちらの一番右側ですね。一番上はこれはメルクリウスかなの杖を持った女性像になっていて、これは科学を象徴している女性みたいですよ。右と左にはね地球儀のようなものがあるでしょ。はい、じゃあその下を見てください。左男性、裸の男性がいますが、これは古代のギリシャの偉人でアルキメデス、ユリーカといった人ですよね。そして右はコンパスを持っているのが分かりますか。はい、コンパスを持っているということで、彼はね、数学の幾何学の祖と言われているユークリッドでございます。はい、窓を挟んで両端には左にはまず読んでいる子供、そして右には書いている子供ということで、こちらはね一番右は知識とか科学とかそういうものを表現しているということです。ということはね、このレスコー浴ですね、一番左は大地の豊かさ、真ん中は戦争の強さ、そして一番右側がこれが文化の高さということで、フランスという国がいかに素晴らしい国なのかという、そういうプロパガンダになっているわけですね。はい、そしてこのレスコー浴でもう一つ注目してほしいのがこの室内なんです。ここからはね、窓越しにしか見えないんですけども、見えるかな。この窓の中にはですね、この柱が女性の形をしたカリアチッドというね、様式の柱になって建物があるんですよ。ここはねカリアチッドの間と言われているところで、このような柱なんだけども、その柱を女性として、表現する、柱が女性になっているっていうカリアチッドという様式、これはね、古代のギリシャ寺院に見ることができる様式なんですが、それをルネッサンスということで取り入れております。このようなジャン・グージョンが取り入れた様式というのが、その後もねこのようなファッサードにも後々登場してくることになりますよ。はい、これねちょっと先取りして言いますけど、パビオン・オンローチュ、これはルイ13世の時代に作られたものなんですが、見てください、この真ん中ねカリアジットになってるでしょ。その柱の部分に、これ一応プラスターという部分なんだけども、そこには女性のね像になって、女性が建物を支えているようになっていますよね。これもやっぱりルネッサンス様式をねフランスに取り入れたジャン・グージョンの様式がこんなところでももう一度取り入れられているということが、このようにして分かるわけです。さあ
アンリ2世はですね、実は事故死しています。馬上槍試合という、スポーツみたいなものがあったみたいなんですね。馬に乗って槍を持って、そして相手方とね、戦いのデモンストレーションをするみたいなね、多分ものだと思いますけど、その時に相手方の槍がですね、誤って、彼の左目に突き刺さりまして脳天貫通してしまった。それで不幸にもそれで彼は亡くなってしまってるんですね。はい、そして、その後を継いだのが幼きシャルル9世でございました。シャルルということで、これはですね、ゲルマン系の名前でいうとカールでございます。ですからカールの K がこのように出てくるわけなんですね。わかりますか？はい、ここに彫刻があるでしょ。彫刻の上に K と K が反転した K が組み合わさったモノグラムを見ることができますよね。はい、しかしね、この K がついている建物っていうのは本当に少ないんですよね。というのは、このアンリ2世が亡くなった時、その奥さんですね、カトリーヌ・メディシス、彼女が、シャルル9世まだちっちゃかったので摂政となって、彼女が実権を握っていくわけなんですが、カトリーヌ・メディシスのメディシスというのはメディチ家ってことですよ。メディチ家だからイタリアから来てるわけなんだけども、当時イタリアではですね、庭園ブームというものがありまして、庭園を作るというねブームがあったんですよ。その庭園を作るブームの時に彼女もね、庭園を作りたいなという思いに駆られたわけですよ。ですから庭園付きの自分の気に入った宮殿を建てたいんだけども、ルーブルの中には庭園を作るスペースなんかないわけなんですよね。ですから彼女は、シャルル5世の城壁の外にですね、そこに自分の宮殿を建てました。はい、その土地はですね、フランソワ1世がもともと彼のお母さんのために買っていた場所だったんですね。そこはもともと瓦工場があったということでチュイルリーと言われていました。ですからそこに彼女は宮殿を建て、そしてその宮殿付属の庭園をこしらえたんです。それがチュイルリー宮殿ということなんですね。はい、1870年のパリコミューンというところですね、そのチュイリー宮殿というのは火災で紛失してしまいました。その後壊してしまったんですね。ただしチュイリー宮殿を作った時にこの中庭からだいたい500メーターぐらい離れていたわけなんですよ。はい、そしてこの中庭からチュイリー宮殿までですね、セーヌ川沿いに散歩するというのが王の日々、王族たちのね日々の日課になっていくわけなんですね。王様たちが好む散歩道になっていったわけですよ。今日みたいにね、本日みたいにね、天気が良ければいいですよ。けど雨降ってたらどうすよ。歩けないじゃん、濡れちゃうじゃんということでですね、その彼らが好んだ散歩道に屋根をつけたいという話になるわけですね。もう王様がそういうんだったらもう作らないとダメだろうということで、この先ほど私たちが聞いた中庭から、カトリーヌ・メディシスが作ったチュイリー宮殿までをギャラリーでつなぐ、そう廊下でつなぐという計画が始まり、そしてそれが完成しています。それがアンリ4世の時代なんですね。アンリ4世の時代にグランドギャラリーが作られたということなんです。さあ、そのグランドギャラリーを見るために今私たちはこの芸術橋を渡っております。目の前に見えてきたのは学士院、フランスのねアカデミー、いろんなアカデミーがあるんですよ。フランス語を編纂しているアカデミー・フランセーズ、あるいは芸術アカデミー、文学アカデミー、あとは政治アカデミー、いろんなね科学アカデミー、いろんなアカデミーがありますけども、そんなアカデミーである学士院が目の前に見えております。ここではね大道芸の人がこんなバイオリンを弾いてますよ。そしてその向こう側にはシテ島が見えております。素晴らしいね。そしてその左にはポンヌフが見えていて、このポンヌフもまた、アンリ4世の時代に作られております。そしてぐるっと回っていくと今正面に見えてきたのが、これが私たちがいたルーブルの中庭でしょ。この中庭からアンリ4世が作った建物というのがこちらでございます。わかりますか？これ木でねちょっと見えにくいかもしれませんけども、この屋根がちょっとね出てるところがありまして、その向こう側ずっと続いてるでしょ。見えるかな？一番先、今ちょうど真ん中あたりに入ったけども、ポンと、出ている屋根のところ、これがですね、パビオンフロールと言いまして、このパビオンフロールと
チュイリー宮殿というものがつながっておりました。ですからこれがねだいたい460メーターだったかな、それぐらいの長さがあるんですけども、このね、ギャラリーをアンリ4世が作ったということなんですね。ちなみに先ほど見たですねこのいや美しい風景だな本当にここは、ぜひね芸術橋渡ってほしいですけども、はい、この向こう側にポンヌフが見えておりますが、ポンヌフにはね、新しい、橋という意味で、ポンヌフと言われているんだけど、これはね新しいタイプの橋ということで、現在ではパリの最古の橋になっております。かつての橋にはね建物がいっぱい建っていたんですよ。しかしポンヌフには建物は建っていない。なぜかというと、まさしくね今私たちが見たこのアンリ4世が作ったこのグランドギャラリー見てほしかったということなんですよね。はい、そして、この芸術鉢、せっかくですからこれも映しておきましょう。わかります？これ南京錠がこのようにかかっているんですよ。はい、実はこの南京錠はそこに一部ありましたけども、かつてはこの枠の欄干のところにいっぱいかけてあったんですよ。はい、あの南京錠というのはですね、あの南京錠に自分の名前と恋人の名前を書いて、そしてそれをかけておけばその人たちの愛は永遠に結ばれるという、そういう言い伝えのもとにみんなねあそこに南京錠をかけていたんですけども、ただ本当にそれがどんどん増えてしまいましてね、その欄干にもなんていうのかな、牡蠣の養殖ムール貝の養殖のようにどっさりあそこに欄干に南京錠がつくことになって、最終的に南京錠を外さなければいけなくなってしまいました。というのはね、その欄干のところにどっさりと南京錠がくくりつけてあることによっても重さが、すごいことになってしまいまして、欄干が耐えきれずそれがドンと下に落ちそうになっていたんですね。そんなセーヌ川に落ちたら大変でしょ。なんでセーヌ川には遊覧船もどんどん走っておりますのでね、人の上なんかに落ちたら死んでしまいますよということで、危ないということで今全部撤去されて、先ほどのように今では強化ガラスがはまっているということなんですね。はい、ということでまたルーブルの中庭に戻ってまいりました。アンリ4世がルーブルに対して行ったこと、もう一つあるんです。それは何かっていうと、彼はこの中庭とチュイリー宮殿を結んだっていう計画を立てると同時にですね、この中庭を4倍の広さにしようということも計画しています。はい、一番初めね、要塞はこの中庭の4分の1だったんだよというお話をしましたが、それが今私たちの目の前に見えているここだったでしょう。この欲をですねさらに拡大することによって4倍の大きさにしようという計画を立てるわけです。アンリ4世も暗殺されてしまいますので、そのアンリ4世の描いた夢を実現させていったのはその彼の子孫たち、ブルボン家のルイさんたちでございました。はい、ということでアンリ4世の、ね、息子のルイ13世が作ったのが今ここに見えているパビオン・オーロージュと、そしてさらにその向こう側に続くルメッシエという、ね、建築家を登用して作った棟なので、ルメッシエ翼というふうに言われている部分でございます。はい、ここのねパビオン・オーロージュ、先ほども申し上げましたけども、一番上これカリアチットといって女性の、ね、像が屋根を支えているような装飾になっているということが分かるわけですよね。そしてここはルイ13世が作った場所でございますので、ルイ13世のモノグラムを見つけることができるんですよ。はい、ここのね真ん中のアーチ、後ほど通っていくことになりますけども、そのアーチの半円の一番上ご覧ください。どうですか、見えますか？一番頂点のところに入り口の入るみたいな、ね、感じがダブって描かれておりますが、これはギリシャ文字の L でございます。ラムダとかね、言うのかなランダっていうのかな、分かんないけどはい、それがねルイ13世のモノグラムになっております。こちらの、胸もねルイ13世時代に作られたものですよ。ですからルイ13世のここもモノグラムを見ることができます。ルーブルをね、こういうふうに好きで歩っている人、いろんなアルファベットがね書いてあるけど、一体これ誰なんだろうと思っていた人たちのためには非常にいいビデオなんじゃないかなと思いますよけど、そんな人いるんだろうかって感じもするけども、はい、ここは L、 これはルイですね。
A という文字がその後ろに見えますか。はい、これはですねアンヌ・ドートリッシュ、はい、ルイ13世のお母さんであるアン・ドートリッシュの A でございます。はい、だからこれもルイ13世の時代に使われたということですよね。しかしこの上はですね、この上の装飾は実はナポレオン時代に作られたものなんです。はい、これもね後ほどちょっと説明していこうと思いますよ。ルイ13世はこのままずっと4倍にしていって、この胸とかね、そしてさらにそのずっと続きを作っていこうとしましたけれども、自分の生きている間にも終わらなかった。その後ついたのがルイ14世でございます。ですからルイ14世のモノグラムもこの中に見つけることができるということです。例えばね、その一つを紹介していきましょう。この2階部分のこの部分いいですか。3階と2階のちょうど間のところ花飾りなんかがありますよね。また天使が飛んでいる、そこに文字が描かれているの分かりますか。ちょうどね今画面の真ん中に入ってますよ。 L と M と T の文字が重なっているんですが、分かりますか。難しいかもしれない。はい、これは L はルイですよね。そして M と T というのはマリー・テレーズ・ドトリッシュのことなんです。はい、これルイ14世のお妃でございますね。ですから彼はこんな風にして自分のモノグラムをルーブルの中に残しております。そして今正面に見えてきたこの胸がですね、私たちが入ってきた列柱のところですよ。はい、ペロの列柱があるのが今正面に見えている部分ですよ。だからこれもルイ14世が途中まで作ったものでしたよね。はい、その途中まで作ったものを完成させたのは誰かというと覚えてますか。ナポレオンが完成させたでしょ。ということでこの装飾もナポレオンが引き続き行っているということなんですよ。ということでナポレオンはね、その一番初めに作ったジョン・グージョンのデザインのものを踏襲しながらもちょっとだけ自分の主張をこの装飾の中に混ぜ込んでいます。さあ右から見ていきましょう。半円の一番上のところ、はい、ここにはですね盾事を持った芸術の女神がいます。そしてその下の段左には、盾事を持ったね、これホメーロスですね、古代ギリシャの詩人でございます。その右には築地です。ここにはやっぱり文学というね、ものが表現されている。そしてこの真ん中見ていきましょう。上だけ見ていきましょうね。この半円アーチのところには、この月桂樹のね冠を持った勝利の女神がいますけども、その真ん中見てください。盾のさらに丸いメダイユンの中には何にも描かれていないでしょ。これはもともとナポレオンの象徴があったんですけども、その後王政復古の時に削られているということなんですよ。はい、今度は左見てください。その下の段のね左、ヘラクレス、棍棒を持っております。右、これは戦術の女神のアテナですよね。ここの戦いが表現されている。戦いが表現されているこの窓の同じ列の窓の左右見てください。これまたどっちも壺を持ったね男性が描かれているけども、どちらもこれは川を表現しております。まず左の男性ですね、これドナウ川。ナポレオンはオーステリッツの戦いで大勝利をしていますからドナウ川をここに入れています。そしてその対応しているところ、窓の右側はこちらはね男性なんだけど、その後ろにはちらっと見えるけど分かるかな、ピラミッドがちらっと見えるでしょ。そして男性の右足の下見てください。ワニの頭踏んでますよ。ということはこれはピラミッドがあってワニがいるようなところでエジプトということなんです。ナポレオンはエジプト遠征って言って戦争しに行ってるでしょ。だからこのようにエジプトの装飾がこのようなところに現れるということなんですよ。そして今度左を見るとこのねまた歴史の女神であるクレオだっけな、クレオがね石板に勝利の歴史を刻み込んでいるところが描かれているんだけど、1806年と書いてありますよ。これはナポレオンがこの装飾をした年代が書いてあるんだけども、その下に偉大なナポレオンと書いているんですけども、これも後の王政復古の時に消されてしまいました。さあその下を見てください。そうすると左にはこれは、角がね入って石板を持っていますがモーゼですよね。そしてその対応する右側にはこれは古代
ローマ帝国の皇帝、ちょっと名前忘れてしまいましたが、これも立法者の一人なんでしょう。その窓の両端には、左にはエジプトの神様イシスかな、そして右にはこれはインカ帝国の神様が表現されている。ここはね、どちらかというと立法とか法律ということを表現しているんでしょう。ナポレオンはね、フランスナポレオン法廷というね、民法の元になったようなものを作っておりますから、彼は自分はフランスの立法を整えたということで、このように、自分の偉大さを表現していたんでしょう。ということで、今度はね、そのナポレオンが作ろうとしたですね、部分をこれから皆さんにご紹介していこうと思います。というのは、アンリ4世がここを中庭を4倍にするという計画をしてチューリー宮殿と結びましたね。その後ナポレオンはもう片方もチューリー宮殿と結ぼうとしたんですね。ということで、このナポレオンがね、描いたものをこれから見ようということで、このパビオンオロージュの中を進んでいっております。音楽家がね、フルートを吹いておりますけども、そうすると見えてくるのがこのね、ガラスのピラミッドということなんですよ。素晴らしいでしょう。ここの部分はですね、最終的にナポレオンが計画したんですが、ナポレオン失脚してしまいますので、彼は完成させることができませんでした。ナポレオンの夢を実現させようとしたのは第二帝政時代のナポレオン3世でございます。おじさんのね、夢を叶えようということで、彼は最終的に今私たちの見えているほとんどの建物を彼が作っているんですね。一番左のパビオンフロールと、そして右側のね、今ではこのように両手を広げたようになっておりますけども、その一番最後は、一番遠くのところっていうのはチュイリー宮殿というものがありまして、そこはつながっていたということなんですね。そのようなものを踏まえて、ここはナポレオンの中庭というふうに言われているんですね。ここにはこんな記載がありますよ。見えますか。1541年、フランソワプロミエ、フランソワ一世がルーブルを始め、1564年、カトリン・デ・メディシスがチュイルリーを始めたと書いてあります。さあ、その反対側を見ていきますよ。その反対側には何て書いてあるかというと、見えますか。1852年から1857年、ナポレオン3世がチュイルリーとルーブルを結びましたというふうに書いてあるわけなんですね。このようにしてルーブルは両腕を広げた姿に現在はなっておりますが、実はナポレオン3世の時代はこの右側のね、今私たちに見えている右側の部分を作ることによって完全に中庭としてつながったということが分かるわけなんですね。しかし今では両腕を開いたように開いているのは1871年にこのね、チュイリー宮殿が火災によって破壊されてしまったからなんですね。ちょうどね、パリコミューンという時代でございます。いやー、素晴らしいね、大好きなところですよ、私のね。今私たちが通ってきたところ、これはね、スリー翼といって、スリーという名前がついておりますけども、その一番上、このね、屋根の三角形の部分、一番上には、ここにはナポレオンがちゃんといるでしょう。三角形屋根の頂点のところに月桂樹の冠をかぶったナポレオン、その下にはワシがねいます。その下はこの女性がね、柱のようになっているカリアチットになっていて、そして時計があるのでパビオンオグロシュ、時計館というふうに言われているんですよ。さあ、こんな感じでね、今見えているところはナポレオン3世時代19世紀に作られたところなんですけども、こう見てみるとね、ルーブルっていうのがいかに、時代のごとに増築を繰り返してできてきたところかっていうのが分かりますよね。ちなみにね、ナポレオン3世の時にはすでにここはルーブル美術館だったんですが、全てが美術館だったわけではないんですね。例えばね、今こちら見てください。こちらの建物なんですけども、リシュリュー翼という名前がついています。リシュリュー翼は1981年まで美術館ではありませんでした。現在では美術館になっております。ここは1981年までは
なんと財務省が入っていたところなんですよ。ここですね、はい。財務省は別のところに移転してもらってですね、現在ではルーブル美術館になっております。ですから当時のルーブル美術館というのは、今私たちが見ていたですね、この方形の中庭と、そして今ここに見えているドゥノン浴、そしてずっと続いているグランドギャラリー、ここだけだったんですよ。つまり片腕だけがルーブル美術館だったわけですね。そして今ガラスのピラミッドがあるこの場所は、その後ろにあった財務省の役人たちが使っていた駐車場だったんですよね。こんなさ、もう本当に世界遺産のど真ん中に駐車場ってどういうことって今だったら思いますよね。けど当時の人たちはそれが当たり前と思っていたのかもしれない。そこでね、1981年にフランスはミテランという方が大統領になりました。彼はルーブル大改造計画というものを立てまして、ここにね、ドゥノン浴、今正面にドゥノン浴が見えてきましたけども、ここがね当時の主要な入り口だったんですが、それをね変更すべく建築家に依頼します。ちなみにね、このドゥノン浴の三角形屋根の一番上には、これが分かりますか？ナポレオン3世、軍服着てるナポレオン3世です。はい。フランスはミテラン大統領は入り口も分かりにくいし、このルーブルの展示スペースも少ないということで大改造計画をします。今ガラスのピラミッドの向こう側に見えているリシュリューも美術館の一部と加えることによって、ルーブル全体、ルーブル級のね全体が美術館になるという大変換を起こすわけなんですよね。そうすると今見えているリシュリュー浴でしょ、そして今私たちが通ってきたスリー浴でしょ、そして今私たちの目の前に見えてくるドゥノン浴、これ全てが美術館になるということですよ。ということは入り口をもう一度考え直さないといけないということになりますよね。そういうのも全て含めて、フランスのミテラン大統領はイオ・ミンペイという建築家にこのルーブル大改造計画のグランドデザインをお願いするわけです。さあ、イオ・ミンペイというのは中国系アメリカ人でございまして、中国人のおっちゃんなんですけども、35歳の時にアメリカに渡ってきて、普通に勉強して建築家になったっていうね、すごい、尊敬できる人なわけですけども、彼がねまず考えたのは、この3つの建物に行くためには、まずこの入り口を結んでみると、このリシュリュー浴でしょ、そしてその後ろにあるスリー浴、そして私たちの右にあるドゥノン浴の入り口を結んだところ、そこに主要入り口を作るべきだと考えたわけですね。ですからこの今私たちの目の前に見えているナポレオンの中庭のど真ん中、ここに地下の入り口を掘るのがまず一番必要なことだろうと彼は考えたわけです。ですから実際にね、今ここでは地下が主要エントランスになっています。そしてこの場所がルーブルの主要エントランスになったわけなんだけども、この場所は一目見ただけでここが主要エントランスだと分かるようなモニュメントを建てなければいけないと彼は考えたわけですね。そしてその時のモニュメントは透明じゃなければいけないと彼はもうその時に決めていたそうです。ですから使う素材はガラス。なぜならば見てください。ずっと皆さんご覧いただいてたと思いますけども、ガラスのピラミッドっていうのは確かにそこにすごい大きな存在感がありますが、これガラスなんで向こう側が透けて見えるんですよね。だから自分自身を主張しすぎない、あるいは主張したとしてもその向こう側が見通せるということで、まさに透明になる、自分自身を消し去ることも消し去るといってもね大げさなんだけども、そういうことができるわけですね。さあそこで、彼はどんな形にしようかと考えた時に思いついたのがこのピラミッドだったんですね。ちょうどねこれギザのピラミッドと完全に同じなプロポーションになっているんですよ。はい、彼がね自分がね、作った模型の上にこのガラスのピラミッドをちっちゃくね模型にしたガラスのピラミッドを置いた時に、その担当者に見せてワオダイヤモンドって言ったらしいですね。はい、それを聞いてですねイオ・ミンペイはこれはいけると、いうふうにして、このピラミッドの建造が始まりました。ただしねこれはもう大スキャンダルに
なりましたね。当時はね、なんでルーブルにピラミッドなんだ、ここはエジプトじゃないぞとかね、この古めかしい建物の真ん中になんでこんなにモダンな建物をするのか、それで雰囲気が壊れるじゃないかとか、いろんな批判が出ていましたね。どんな感じなのかっていうのをね、みんなに知ってもらうためにロープでねつって、こんぐらいのピラミッドになりますよみたいなものを民衆に分からせようとしたなんてこともありました。ただし今ではこのガラスのピラミッド、ルーブルの一部としてね、パリの象徴として今では全ての人に好かれているんじゃないかなと思いますよ。さあ、そして今ね、ガラスのピラミッドの真ん前に立ちました。振り返ってみましょう。そうすると見えてくるのがカルーセルの凱旋門ですね。ちょっとズームしてみましょう。はい、地図上で見るとこのガラスのピラミッドから向こう側がシャンゼリゼ大通りで一直線につながっているまっすぐのね道路が通っているように見えるんですが、実はね、このガラスのピラミッドの正面に立つと実はそうなっていないということが分かるんですね。ちょっとね、そのシャンゼリゼ大通り、大きな凱旋門が見えるところまでちょっとねずれていきましょう。ちょっとねそのポイントを探しているんですけども、どうだろう、皆さん見えてるのかな。凱旋門、カルーセル凱旋門の真ん中にちょうど一本線入るところ、実はこの辺なんですけどね、そうするとなんか彫刻が邪魔してるんだよね。ということですね、彫刻の脇を入りながら行ってみましょう。はい、ということでちょっとねこの彫刻の目の前に立とうとしておりますけども、はい、今ねこのちょうど彫刻の目の前に立ちました。そうすると見えるかな、このカルーセルの凱旋門の中にコンコルド広場にある、オベリスクが見えていて、その先にあるシャンゼリゼ大通りとそのシャンゼリゼ大通りの突き当たりにあるですね大きな凱旋門もこの凱旋門の中に見えるというポイントになるわけです。はい、じゃあ一体ね、なんでこんなところに、彫刻があるのか、一体これ誰の彫刻なのということでですね、この彫刻を紹介すると、はい、こんな彫刻なんですよ。かっこいいでしょう。これはね、ルイ14世が馬に乗っている、騎馬に乗っているルイ14世の騎馬像になっているんです。はい、これですね。この非常にダイナミックな騎馬像、一体誰が作ったのかというとですね、ここに記載がありますよ。はい、見えますか。ルイ14世と書いてあって、そこにベルニーニと書いてあるじゃないですか。皆さん覚えてますか。ベルニーニっていう名前、一番初め私たちのツアーが始まるときにルーブルの東側のファサード設計したのがベルニーニだったじゃないですか。そしてね、このベルニーニの彫刻をここに置いたのはこのガラスのピラミッドを作ったイオ・ミンペイなんですよ。はい、一体なんで彼はここに、ベルニーニが作ったねルイ14世の彫刻を置いたんでしょうか。イオ・ミンペイはあるインタビューでこんな風に言っています。ルーブルの建築士の中で大スキャンダルを起こした外国人が2人いるって言うんですね。1人はベルニーニで、もう1人は自分だって言うんですよ。確かにベルニーニは東側のファサードのデザインをして、それは採用されませんでしたよね。そしてイオ・ミンペイはガラスのピラミッドの設計をして、それは大スキャンダルになりました。じゃあなんでその2つを並べてるんですか、それはフランスに対する揶揄ですかとインタビュアーが聞いたときに、イオ・ミンペイはですね、丸い眼鏡をしたおっちゃんなんですけど、わーはーはーと言って、屈託のない笑いをしましてね、これはフランスに対するオマージュですよと言ったんです。フランスという国は自らの最も重要な建築物であるルーブルというところに外国人デザイナーを雇うような心の広い開いた国なんです。その開いた国のフランスを私はオマージュとして捧げるためにベルニーニと、そして私のガラスのピラミッドをこのように並べたんですよと彼は答えたんですよね。ですから実はこのルーブルのね歴史の中でフランソワ・プロミエが見た夢っていうのは、フランソワ・ミテラン大統領が20世紀に、完成させ、完成というかこれからも変化を続けるのかもしれないけども、そしてその中には2人の外国人デザイナーというのがいて、そんなね、もう2人の外国人デザイナーの物語がルーブルの中に刻まれているというのが、このようなね外観からも分かるということなんですね。はい、ということで今回はこのベルニーニの彫刻、そしてガラスのピラミッド、そして歴史を刻んでいるルーブル宮殿を前にしてね、皆さんとお別れしたいと思います。ありがとうございました。はい、ということで今回はルーブル美術館の歴史建築散歩をお届けいたしました。
建築的なね2つのポイントは外国人が絡んでいたっていうところが面白いところなんじゃないかなと思いましたね。はい、ということで今回はこの辺にしておきましょう。少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。皆様の感想をぜひコメントに書いてくださいね。コメントもの楽しみにしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。パリ18区、小高い丘の上に築かれたモンマルトル。小道を散策していると急に顔を出すサクレクール。キリストのハートに捧げられたバジリカ大聖堂はパリコミューンの惨劇の後に作られました。大聖堂の正面で心臓に手を置くキリストはパリ全体を優しく見守っています。かつては風車が並ぶ田舎村だったモンマルトル村。19世紀にパリ市に組み入れられてからアーティストたちの集う界隈になりました。彼らはモンマルトが持っている魅力的な田舎の風景を愛し、ルノワールはムーラン・ドゥ・ラ・ギャレットの武道会を仕上げました。トゥールズ・ロートレックもヴァン・ゴッホも同じ場所を絵画に残しています。彼らが愛したモデルスザンナ・バラドンも自らが筆を握りモンマルトルで活躍しています。同じく画家で息子のユトリロはメゾン・ローズが見える風景を愛しました。アーティストたちの息遣いは今でもテルトル広場に残っています。ビストロが囲む広場には風景画、肖像画、抽象画を並べる画家たち、似顔絵描きたちが広場を囲んでいます。そうそう、ビストロというのはモンマルトルで誕生したっていう話も残っているんですよ。そんなアーティストたちを愛したのは今でもフランスの歌謡曲を生で聴けるシャンソニエラパンアジュ。その隣にはモンマルトルのブドウ畑。ここにもモンマルトルの伝統を愛する人々のラブストーリーが隠されています。恋人たちが愛を語り合うロマンティックな場所、モンマルトル。そんな風にして現在もまた新しいラブストーリーが刻まれているのかもしれません。今回のお庭ではフランスを愛する私フランスガイド中村と美を愛するイメージクリエイターのコウさんと文学を愛するトラベルパートナーのエリザベートさんでモンマルトルに刻まれたラブストーリーを紹介しながらモンマルトルの魅力に迫っていきたいと思います。訪れた人の数だけ生まれる物語。さあ、オニバと一緒に私たち自身の物語を作っていきましょう。それでは皆さん、オニバ。